はい、どうもです。今回はですね、こちら、千年代っていう食材ですね。ということで今日はですね、千年に一度しか取れないというね、名前の由来を持っております。千年代をさばいていくんですけども、で沖永良部島で取れたのはもう、いつぶりぐらいかな。今から、2ヶ月前ぐらいかな。はい、まあそんな感じですね。かなりね、レアといえばレアなんですけども、年間ね、数本上がるぐらいのね、魚になっております。ちなみになんですけど、那覇空港の水槽にいます。沖縄行くことあったらね、秒で見れる。そんな魚になっております。ということで、早速、観察していきましょう。で、こちらは千年代の全体像ですね。あんまり魚興味ない人は、なんか普通のタイじゃんって思っちゃうかもしれないんですけど、この魚はですね、模様が特徴的で、生きてる時はね、ここ赤、白、赤、白、赤っていう風にね、紅白にね、体色が分かれてるんですね。で身元だけちょっとね、こんな感じで黄色っぽいです。で、口がですね、口笛を吹くような形をしてるんですけど、千年代って笛鯛の仲間なんですね。でちなみに笛鯛っていうのは、めちゃめちゃ美味しい高級魚で、その笛鯛に近い種類もめちゃめちゃ美味しいことが多いんですね。なんでね、千年代もめちゃめちゃ美味しいって言われてます。どうなんでしょうね。それではそんな千年代をね、さばいていきましょう。じゃあまずですね、鱗を落としていきましょう。いやでもね、この魚に千年代って名前を付けた人に挨拶したい。ネーミングが素敵すぎる。でもさ、千年代にさ、名前付けた人ってさ、多分めちゃめちゃ美味しかったんだろうね。こいつは1000年に一度しか釣れんぞって言いたかったんだろうね。千年代の鱗めっちゃ綺麗やな。桜みたい。じゃあ反対側。じゃあ鱗を洗い直していきます。はい、それでは鱗を取り終わったところでですね、次、頭と内臓を落としていきましょう。で、まずは頭を落としていきます。結構ね、高級魚なんでなるべく身をつけた状態で落とせるように斜めに包丁を入れていきます。で、反対側いきましょう。で、背びれが繋がってるんで背びれは叩いて落とします。背骨だけ狙って外していきましょう。よし、OK。じゃあ頭外していきましょう。よいしょ。内臓脂肪とか全く乗ってないですね。笛鯛って名前出したんですけど、笛鯛は内臓脂肪がオレンジ色なんで千年で何色なんやろと思ったんですけど、内臓脂肪見事にゼロやった。で、これ頭側に内臓が残ってるんですけども、内臓は何も入ってなさそうですね。一応胃袋の中を見ています。胃袋の中は何もなしと。で、肝臓とかね、なんか謎に血が回ってますね。で、今日この頭もね、使っていきます。千年代ってさ、これ頭がね、めっちゃ大きいんですよ。これはね、やっぱ捨てたらもったいないでしょ、ということで、頭も今日は使っていきます。久しぶりにね、頭を割っていきます。下にね、こういうキッチンペーパーとか敷くと、魚が滑らなくなるんで、結構やりやすくなります。こんな感じ。んで、もうあとは力ずくです。硬っ。切れ味が足りないわ。ちょっと研ぎますね。若干治ったはず。これ切れ味とかの問題じゃねえな。硬えな。皆さん、千年代の頭、包丁で割れないかもしれません。これ硬すぎます。ノコギリ使おう。これはね、びっくりするぐらい硬いよ。あんまりね、頭割れないってことないんですけど、これは超硬いわ。今までの魚って一番硬かったかも。やっと割り終わりました。下顎もね、外していきましょう。この辺はね、力ずくです。 OK で、出刃。OK。 じゃあ血をね、洗い流していきましょう。じゃあこれエラがついてるんでね、エラも外していきましょう。よし、OK。はい、それではですね、下処理が終わったんですけども、今日はですね、昆布締め、そして吸い物、こちら2品を作っていこうかなと思います。それでは、やっていきましょう。はい、そしたらこちらね、おろしていきます。ちょっと頭を割る作業で出刃が切れなくなっちゃったんで、マサル牛刀を使ってやっていきます。あんまりな、牛刀で魚さばき慣れてないから、うまくいくかな。じゃあ反対側。
そしたらこう腹骨を切っていきます。牛刀とかだとやっぱ包丁かけちゃうんで、こういう骨はなるべくねサメでやった方がいいですね。オッケー。天然鯛このサイズでもさ、これ血が滲むんですね。なんかでかい魚ってこういう血管がね身のところまで入ってて、さばくとね身に血がつくんですよね。じゃあ反対側行きましょう。じゃあ皮に切り込みを入れまして、この包丁さ、もう本当に作れる数が少なすぎて、俺でも新しく別に発注できないぐらいでさ、かけてほしくなくてあんまり使ってないんですけど、やっぱりねさばきやすいわ。こんぐらいの魚だったら全然さばけますね。で腹骨落としていきます。OK。はい、それでは3枚おろしが終わったんですけども、やっぱりね、さばいてみた感じ、身が水っぽいんで、やっぱね、昆布締めで水分抜いてちょうどいいぐらいになりそうですね。はい、じゃあですね、腹骨落としていきましょう。OK。で、この血合い骨も落としていきましょう。はい。OK。はい、じゃあこちら側皮を引いていきましょう。皮引きむずそう。よし、ちょっと微妙やな。まあいいやろう。で、今日この背中の身を昆布締めにして、この腹側の身を刺身。まあね、結構ね、1000円で食べたいって言ってた人が多かったんで、こっちはね、友達に配ります。はい、で、今日はですね、こちら、オリ昆布っていう昆布をね、使っていきます。今ね、だしの店のおっちゃんに聞いたら、まあ、昆布締めなら、このオリ昆布が一番美味しいよと言ってたんで、今回ね、これ使ってみます。しかもこれね、使いやすいですよね。こんな感じで。幅が広いんでね、魚の身入れやすい。で、ここに料理酒を塗っていきます。OK。で、これに身を挟んでいきます。うわ、どうしよう、これ折りたたんだらいけそうだな。折り昆布完璧じゃん。で、これからラップかけていきます。なるべく空気を抜いて、1時間2時間ぐらいね、冷蔵庫に入れていきます。はい、それでは2時間経過しました。で、こっからですね、1000年代の吸い物を作っていきます。まずですね、霜降りっていう作業からしていきます。霜降りはですね、表面だけ茹でて臭みを取っていく方法です。これをね、やるかやらないかで料理のクオリティがぐんと変わってくるんですよ。よし、OK。セット。そしたらですね、こちら表面だけ茹でていきます。OK。はい、それでは1000年代霜降りが終わりました。もう早速ね、吸い物にしていきましょう。よいしょ。で、ここにお湯を入れていきます。で、味付けはこちら白だしのみです。白だしすごいね雑な料理なんですけど、意外とね美味しい。時間がない時ね、魚の頭さえ買ってくればこれできますからね。白だしねめちゃめちゃ味濃いんで気ぃつけてくださいね。さすがにまだ少ないと思うけど。うん、もういいわ。いや、もうちょいかな。これであとは茹でるだけです。1000年代置いて茶化。はい、じゃあ茹でてる間にですね、昆布締めを切っていきましょう。だいぶ水分出てるわ。いい感じですね。昆布締めはですね、昆布のグルタミン酸っていう旨味成分を入れると同時に、乾いた昆布が水分を吸い取って、その分ね、魚の旨味が凝縮するんですよ。めちゃめちゃ美味しいです、これ。はい、そしたらね、切っていきましょう。ちょっとでかいな、これ。これ半分に切って、平作りで作っていきましょう。はい、そしたらですね、刺身も引いていきます。この魚、皮引くのが異常にむずい。OK。
こっちは綺麗に剥けた。若干銀皮も残って上達した。ちょっと長すぎるんで半分に切りましょう。半分に切って、めちゃめちゃ断面綺麗じゃないですか。いいね。こんな感じかな。うわ、めっちゃ綺麗。完成です。はい、それではですね、完成しました。いただきます。じゃあ、まずね、昆布締めからいきましょうか。うまいかな、これ。いただきます。めっちゃ美味しいわ。これは昆布で水抜きしたからかもしれないんですけど、めちゃめちゃね、食感がいいです。で、ちなみにこの1000年代取れて1日しか経ってないんですけど、魚自体の旨味はそんなにまだ出てないね。まあ、4日5日熟成させた方がこの魚もっと伸びるだろうね。じゃあ刺身もいってみます。刺身うまいやろな、これ。いただきます。刺身微妙や。くそ。なんかね、この魚、皮目がすごい硬い。刺身の方さ、綺麗に皮を引いてしまったせいで、逆に美味しくなくなってる、これ。魚自体のポテンシャルは結構高いと思います、ただ。はい、そしたら、お吸い物もね、食べていきましょう。これめっちゃ豪華やな。なんか身も赤いしさ、なんかお祝い事でもあったんかって思うわ。じゃあ、ほっぺ食べます。うわ、質素な味。もうちょっと味濃くしてよかったな。これは正直に言います。パサパサしてます。茹で時間ね、結構短めに設定したんですけど、パサパサしてるんで、1000年代自体は食べた感じかなりポテンシャルが高そうなんですけど、今回はね、さすがに油が乗ってなさすぎるかもしれない。すごいね、パサパサしてます。はい、それではごちそうさまでした。1000年に一度しか取れないと言われるほどの魚1000年代をね、食べたんですけども、今回はね、中の上ぐらいでしたね。とは言ってもね、実はですね、沖永良部島は5月、6月ぐらいが多くの魚の産卵期で、卵に身の栄養がもう全部いっちゃってるんで、あんまりね、美味しくない時期なんですよね。これがね、冬とかだったらね、また全然味違うはずなんで、これはね、ちょっとね、またリベンジしたいところですね。非常にね、ポテンシャルの高そうなね、魚ではありました。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。